ここはこれを代入して、よし、解けた。数学終わり。ちょっと休憩しようかな。やってもやっても終わらないよ。あらら、まだ半分も終わってない感じだね。うちの学校は宿題が多すぎる。こんなんじゃ青春してる時間なんてないよ。いや、至って普通だと思うけど。私が校長先生だったらもっと素晴らしい学園が出来上がるのに。陰キャ男子の兄とドライな妹。義妹生活。マーヤが校長だったらか。どんな学校にするの？宿題を廃止します。これまた安直な。宿題をやれって強制するからみんな勉強が嫌になるんだよ。もっと自主性を重んじないと。なるほどね。一理ある気はする。でもデメリットもあるんじゃないかな。デメリット？例えばこんな感じで。ふわふわ部活に恋愛、趣味に遊び、宿題がないからみんな生き生きとしている。これぞ高校生のあるべき姿。青春万歳。校長、来年度の新入生についてですが。もうそんな時期ですか。この自由な校風に惹かれてさぞたくさんの新入生が。入学希望者が昨年の半数以下になっています。悲劇的なレベルの定員割れです。なんで？原因は我が校の偏差値の低下だと思われます。進学校を謳っているのにもかかわらず、一流大学への進学者も年々減少していますし。そうなの？宿題の廃止は自主的に勉強ができる生徒にとっては良かったのですが、大半がそうではなかったようで、このまま入学者が減っていけば学園の存続自体が危うくなってきます。そんな、私はただ青春を大切にしたかっただけなのに、それだけなのに、なんでこうなるの？ある程度の強制は必要なんじゃないかな。じゃあ授業を選択制にするっていうのはどうかな？選択制？得意分野の授業だけ受ければいいんだよ。そしたら成績が下がることもないじゃん。なるほど。大学みたいに履修制にするのか。確かにいいかもしれないね。でしょ？でもこんなことも起きるかもしれないよ。今度こそ完璧な学園を作り上げたぞ。長所を伸ばす教育で成績もバッチリだ。校長先生、入試の結果が出ました。これは綾瀬くん、君は優秀な生徒だからね。きっとトップで合格したに決まってる。落ちました。どうして？いつも日本史のテストで満点取ってたじゃん。日本史は満点でした。でも他の教科が全くで。なんと。得意科目だけじゃダメだった。ちゃんと他の科目も勉強していればこんなことには。そんな、私はそんなつもりじゃ。そんなつもりじゃなかったんだよ。学校の制度は変えられても入試の制度までは変えられないよね。さき、ごめんよ。私のせいでさきが。おーい、脳内再生終わってるよ。そうだ、ペットと一緒に授業を受けれるようにしよう。いよいよ訳がわからないよ。大好きなペットから癒しをもらうんだよ。そしたら成績もアップするはず。それはきっとこうなるよね。先生、鳴き声がうるさくて授業に集中できません。ちょっと怪我しないで。微笑えないの？いやー、ここでトイレしないで。大変です。猫アレルギーの田中くんが苦しそうです。私も苦しいです。本日をもって校長を退任いたします。学校のシステムって案外よくできてるんじゃないかな。
今あるルールの中で頑張っていこうよ。今日も見てくれてありがとう。テレビアニメ化も決定した小説版義妹生活、全国書店にて発売中です。チャンネル登録もしてくれたら嬉しいな。おまけ。校長先生って色々と大変なんだね。学園の将来を考えてたらなんだか疲れちゃった。こんな時は糖分補給。さっき甘いものでも食べに行こう。いや、宿題やりなよ。